ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では早速昨日のトレードポイントを見ていきましょう。はい。昨日のトレードポイントはここになります。実際にはここから、ここぐらいの、5、60ピップスなんですけど、今からここをなぜトレードポイントにしたのかっていうのを説明していきます。はい。で、本来は、もうちょっと早めにここぐらいから取れたんですね。なぜかっていうと、ここのいつもの私の得意パターンでエクスパンションが出てるところがここにあるからですね。ここまでは基本的にはレンジなんですね。ここ。ちょうど、まだ、このボリンジャーバンドの2シグマが、閉じてるところですよね。横のところ。微妙にちょっと上がってるんですけど、で、イメージ的にはこうですよね。ここら辺ぐらいまでが、レンジですね。はい。で、波自体が、これも本当にいつもの流れなんですけど、こういった上がってきて、下がってきて、こうですね。で、ここです。ミドルに当たって、スタートみたいなことですね。で、この時に、この V 字の戻しができて、で、ミドルに支えられて上がるんですけど、チャートパターンはいつものカップハンドルですね。で、読者の方が、ブログの読者の方ですよね。が、同じように真似して、取りましたっていう報告を受けたので、おそらくここなんじゃないかなと思いますね。ここの範囲。で、ここから、イメージ的にはこうですね。で、領域的には、ここは史上最高値。ここのラインです。ここです。で、領域は、こっからここの領域にちょうどまたがるようなところなんで、ここの領域からここの領域ですね。なので、マックスでもってここまでですね。3時間ぐらいかかりますけど。で、私は、この時はちょっと食事に出て見てなかったので、ここの、玉溜りを見てから、エントリーですね。ここぐらいまでですけどね。はい。で、ここを、トレードポイントにしたっていうとしては、今説明したみたいに、15分足がエクスパンションして走り出した。今日の波の動きが出ましたということですね。で、領域自体は、ここの領域から、ここの領域を、に入るときに、この1時間足の構造が、レンジから、トレンドに入ったということですね。このボリンジャーバンドの、傾きが全部同期しちゃうんですね。つまりこういうことです。月足はこれ上ですよね。ボリンジャーバンド。これミドルバンドですね。で、週足もミドルバンド上。で、日足も上。で、4時間足も上ですよね。で、1時間足だけが、あの、横横だったんですね。こんな感じで横横。で、15分足も、こんな感じで、横横になってたと。で、ここら辺ぐらいが上がってきたんですね。で、上がってくる理由としては、ここで支えられて、上に上がるかですよね。で、ここで支えられてエクスパンションすることによって、ここは上がるわけですよ。こんな感じで。で、この時に1時間足も、後からこうやって上がってくるわけですね。で、15分足はここにあるので、15分足の横横だったものが、こっからこうやって上がっていく。ということは、15分足も、傾きが上、1時間足も上、あとも全部上ですよね。なので、当然、もう上に走り出しちゃって、もう上に行きますよねっていう感じになってきます。はい。あとは、この領域ごとに、取っていく。チャンス的には何回かあるんですね。一つは、このスタートした、
ここですよね。ここ。ここですよね。で、ここを逃しちゃった場合っていうのは、まあそこの最高値付近ですね。で、それも逃してしまった場合っていうのは、ここの半分に、ここの領域の半分に15分足の領域があるんですね。なので、そこから入っていけばいいっていうことになります。だいたいここら辺です。ちょうどここで止まって下がってますよね。まさにここに抵抗があるわけですよ。この1時間足の領域の中には15分足の上段下段っていう領域があるので、この上段のところで、上段、下段から上段を分かつこの中心線ですね。そこに抵抗があるので、そこから入っていくっていうことになります。はい、で、ここの、波の捕まえ方なんですけど、これ適当にエイヤじゃないですからね。ここも、ちゃんとした法則があって、そこから入ってきます。で、その法則っていうのが、ここ、15分足がもうエクスパンションしてしまったので、15分足の次のエクスパンションを待つと、次の日になっちゃうんですよ。もう走り出して、今日はもう止まんなくなっちゃうので、で、次に15分足でエクスパンションを待つと次の日になってしまうので、それじゃこう乗れないですよ。なので、ここを5分足にドリルダウンして、5分足で同じようなエクスパンションするようなところを狙っていく。で、それが、こちらになります。5分足の、チャートですね。ちょうどここの乗ったところっていうのが5分足ではここになります。で、これよく見てくださいね。全く同じ波形ですからね。ここまでがバンドがこうやって閉じてますよね。こんな感じで。ということは、ここっていうのは、ここですね。レンジなわけですよ。それがここに当たります。まあ、1時間足見ると、ここっていうのは小回しに当たるわけですね。小回し。で、局面のところに小回しができると、次っていうのは、実体でグイッと伸びていくんですけど、そういったのはそういう理由ですね。はい、で、ここの話を戻すと、ここの5分足がレンジになっていて、これが、こんな感じで、こうやって下がってきて、ここ見てください。この中心線で止まりましたよね。ということは、ここからこうなんですよ。で、この時に何が発生するのかというと、さっきこの15分足で発生した波と全く一緒の活版のハンドルができるわけですよね。こっから、こう、こうですよね。で、これができることによって、ここのバンドがエクスパンションし始めると。つまり、これですよね。つまり、ここのレンジという構造からトレンドっていう構造に変わっていくわけですよ。わかりますか？なので、この小回しの後のこの一本っていうのは、ぐんと伸びるわけですよ。で私が、局面に現れる小回しを注意してくださいっていうのはそういう理由ですね。その後に、買い足見るとエクスパンションし始めるので、エネルギーが、このレンジのエネルギーが、玉ダメのエネルギーが放出されるので、次の一本がぐっと伸びるわけですね。それが、ここに当たるわけですね。1時間足だと。で、さっきここの、乗り遅れてしまったここですよね。ここ乗り遅れてしまったので、外出して見てなかったので乗り遅れたわけですよ。で、次どっから乗ろうかなって考えたときに、今度はここの部分をドリルダウンすると、同じように5分足で出てるので、そこから丁寧に乗っていく。はい、そうすると、損切りをここら辺に入れられるわけですよ。ここら辺に。
すると、最小単位で損切りを入れられることができて、あとはもう流れに沿って、持っていくってことですね。はい。まあ、最後のところまで持ってもいいし、途中15分足の、こういうふうな抵抗があるので、まあそこまで持っててもいいし、まあ実際にここでこういう抵抗があって、こういうこと一旦これ下がってきたわけですよね。で、ここからこうやって上がっていく。で、こことここの間っていうのは、今度は5分足の領域があるわけです。全部パズルみたいに入れ子になってるわけですね。で、このパズルが分かるようになってくると、もうあとは組み合わせるだけなんで、その組み合わせるパターンを、組み合わせるところを見ると。で、組み合わせができてないところって、私波を見ても全然わかんないんですよ。つまり、誰が考えても、この波どっちに行くのかっていうのはわからない。でも、その波が徐々に、絡まりみたいのが、紐の絡まりみたいなのが、どんどんほどけてくるんですね。で、その絡まりがほどけるところが、ちょうどパズルが組み合わさるようなところなんですね。そうすると波が見えたってなって、エントリーっていうことになるわけですね。なので、何でもかんでもエイヤでトレードすると、負けてしまう人は、そういう風なところまで綺麗に見てないわけですよ。スマホとかで適当にやっちゃうわけですよね。そうではなくて、しっかりと、買い足まで落として、で、買い足の原理原則まで見てからエントリー。そうすると、綺麗に損切り幅を、すごく、短くしてエントリーできるようになりますので、えこのトレードを、まあ、向上させるためには、うまく波を乗るためにはとイコールですね。うまく波を乗るためには、しっかりと、波のパターンが買い足で出てくるので、そこから丁寧に入っていくっていうことが重要になってきます。で、その丁寧に入ってくる精度っていうのが、イコール職人技になってくるわけですね。で、ちゃんと勝ち続けるためにはやっぱ職人にならなくちゃいけないので、エイヤでトレードっていうのは当然職人さんはしませんよね。しっかりとミリ単位で、計算しながら入ってきますよね。やってきますよね。なので、まあそれと一緒なので、ぜひ、あの、スマホで適当にエイヤーじゃなくて、しっかりと、まあ、買い足まで落として、波の波形をちゃんと確認しながら、丁寧に入っていってください。そうすれば、勝率は自然と上がってきます。はい。今日説明したかったことは以上になります。